JR 小倉駅、名門太陽フェリーの送迎バス乗り場にやってきました。連休前で多くの人がバスに乗車していきました。定床バスが来ないので焦りましたが、4台目で来てくれました。車内には名門太陽フェリーの模型とチラシが置かれていました。あれだけ人がいたのに、このバスは私たちだけしか乗車してなく貸し切り状態でした。新門司港にフェリーが止まっているのが見えました。間もなく到着です。親切なバスの運転手さん、いろいろありがとうございました。早速、乗船手続きをしました。4台目のバスだったため、出港まで時間がなく、最後の受付となりました。乗船口に向かいます。乗船券を見せて、さあ、乗船です。今日乗船するフェリー福岡が見えます。乗船通路を経てフェリー内に入ります。この瞬間がワクワクします。かもめさんがお迎えです。部屋に荷物を置き、いきなり展望レストランに移動しました。茶色いメニューばかりですが、さあ、いただきます。お腹が空いていたので完食です。ごちそうさまでした。売店にはお酒、おつまみ、お土産が売られていました。名門太陽フェリーのキャラクターでもあるかもめグッズも売られていました。ロビーのエントランスは2層の吹き抜けで開放感のある作りです。さて、今日泊まった客室を紹介してみますね。8階にあるとても静かな廊下を進むとデラックスルーム8部屋があります。まるで高級ホテルの廊下のような感じです。一番奥にあるスイートルームが今日の寝床です。手前にスイート和洋室、奥にスイート洋室があります。部屋に入りました。船の中と思えるような部屋ですね。ドレッサーは鏡を閉じたらテーブルになる仕組みでした。窓側にはソファーがあり、ゆったり休めそうでした。さすが、スイートルーム、いい設備です。クローゼットには、消臭スプレーに、ハンガー、ブランケットに、バスローブ、スリッパがありました。カードキーではなく、普通のキーでした。浴室を覗いてみましょう。トイレ、洗面、バスタブが、新造船なのでピカピカで、気持ちがいいです。さあ、バスタブに湯を張りましょう。名門太陽フェリーの案内パンフレットが置いてありました。疲れてたので寝ることにします。おやすみなさい。おはようございます。朝食が6時半からなので起きました。早速朝食をいただくことにします。食堂で食事をしていましたのでデッキに上がることができず、仕方なく食堂から明石海峡大橋を撮影しました。小さい窓からだったので迫力あるシーンは撮れなかったですが、記録程度ということでよろしくお願いいたします。夜のライトアップも綺麗ですが、朝の明石海峡大橋も見応えがあり、私は好きです。向かい側は淡路島の岩屋です。橋ができるまで明石から岩屋までタコフェリーが運行していました。今振り返ると懐かしい思い出です。朝食を完食です。ごちそうさまでした。赤灯台のある防波堤を越えればあと少しで南港に到着です。南港のフェリーターミナルが見えてきました。隣にはオレンジフェリー、そして
1便の名門太陽フェリーが止まっていました。当フェリー、福岡はゆっくりと着岸です。あっという間の12時間の船旅でした。名門太陽フェリー、ありがとう。また乗船しに来ますね。南港フェリーターミナルを出て、長い通路を渡り、大阪メトロニュートラムのフェリーターミナル駅を目指します。愛くるしい丸めのライトのニュートラムの入線です。車内はピンク色でとても可愛らしいデザインでした。今回あまり撮影ができなく、詳しく説明ができませんでした。申し訳ございませんでした。次回は詳しくできるよう頑張ります。最後まで見ていただきありがとうございました。